報われなかった恋には、あなたの魂が決して忘れていない約束が隠れているかもしれません。なぜ、あの恋は報われなかったのか。なぜ、あの人のことが今でも心から離れないのか。たとえ短い時間でも、たとえ何も始まらなかったとしても、なぜか深く魂に残るような恋があります。それは偶然の出会いではなく、魂の奥に刻まれた約束があったのかもしれません。私たちは今世だけを生きているのではありません。過去世から続く長い魂の旅の中で、何度も出会い、別れ、また再会してきた存在がいるのです。そして時に、今世では結ばれないという形で、その約束が現れることがあります。今回は、報われなかった恋に込められた、過去世からのスピリチュアルな意味を見つめながら、魂の記憶に導かれる愛の真実をそっと紐解いていきます。どうか、あなたの心に優しく届きますように。第1章。なぜ忘れられない恋が存在するのか。時が経っても、なぜか心に残り続ける恋。あなたにも、そんな存在がいたかもしれません。一緒にいた時間は短かったのに、どうしても深く刻まれている。もう会えないと分かっていても、ふとした瞬間に、その人を思い出してしまう。それは、ただの思い出ではなく、あなたの魂に残された感覚が今も息づいているからです。魂は過去世を超えて何度も生まれ変わり、その中で深い縁を結んできた存在たちと再び出会います。その記憶はあなたの意識では忘れていても、魂は決して忘れていません。だからこそ、今世で出会った時、理由もなく惹かれるような感覚や、説明のつかない感情が湧き上がることがあるのです。それは、あなたの魂がかつて交わした約束のかけらかもしれません。私には、あなたの中に残るその思いが、とても尊く、愛おしいものに映っています。第2章。過去世における未完の約束とは、あなたの魂は、今の人生が始まるずっと前から、数えきれないほどの物語を経験してきました。その中で深く愛した存在や守りたかった誰かと様々な約束を交わしてきたのです。また会おう。次の人生では必ずそばにいる。今は離れるけれど、またきっと。けれど、そのすべてが完結しているとは限りません。魂の旅の中には未完のまま残された約束があります。状況や環境、時代や選択によって果たせなかった思いがそのまま記憶として残ることもあるのです。そしてあなたが今世で出会ったその人はかつての約束を思い出させるために現れたのかもしれません。ただここで大切なのは、その約束が必ずしも今世で結ばれるという意味ではないということ。あなたの魂は成就よりも目覚めを選ぶことがあります。その出会いを通して何を感じ、何に気づくのか、それこそが今のあなたにとって最も大切な采配なのです。第3章。なぜ今世では報われなかったのか。あの人ともっと一緒にいたかった。でも現実はそうならなかった。その切なさが今もあなたの心に残っているのかもしれません。けれど、それは間違いだったからではなく、むしろ魂の計画通りだった可能性があります。今世での2人の出会いは、あくまで再会であり、完結とは限りません。魂の成長段階がまだ揃っていなかったり、今世ではそれぞれが別の学びを優先している場合、物理的な関係が続かないこともあるのです。あるいは、その恋が叶わなかったからこそ、あなたの中に新しい目覚めが生まれたのではないでしょうか。愛の痛みを通して、自分自身と深く向き合ったり、執着を手放し、真の愛とは何かに気づいたり、そうした経験が、あなたの魂をさらに成熟させていくのです。報われなかった恋は、失敗ではありません。それは、
あなたの魂が目覚めるために選んだとても尊いプロセスなのです。第4章、本当に終わったわけではない。たとえ今あなたとその人が離れていたとしても、それは本当の終わりではありません。魂のつながりとは、言葉や距離、時間の制限を超えた、もっと深く、もっと静かな場所で結ばれています。物理的には会えなくなっても、心の奥でその人を感じるとき、それは魂が今も呼び合っている証なのです。そして魂と魂が交わした約束は、たとえ今世で果たされなかったとしても、また別の形で時を超えて続いていくことがあります。次の転生で再び出会うこともあれば、現実の関係ではなく夢の中や意識の世界でつながることもあります。あなたが感じた深い愛が本物であったのなら、それは決して消えることはありません。だからどうか終わったと思わないでください。あなたとその人の間にはまだ言葉にならない何かが優しく残されているのです。その静かなつながりがあなたの魂をこれからも見守ってくれるでしょう。第5章、あなたの中に残る愛のかけらこそ魂の証。報われなかった恋の中にこそとても純粋で壊されなかった愛が残っていることがあります。言葉にできなかった思い、伝えることさえできなかった気持ち、触れることのなかった未来、それらはすべてあなたの魂の深い場所にそっと愛のかけらとして宿っています。その思いがあるからこそ、あなたは今優しくなれたり、人の痛みに寄り添えるようになったのではないでしょうか。愛は形を変えても消えることはありません。むしろ報われなかった恋の中にこそ真実の愛の本質が宿っていることがあります。そしてその愛はあなたの人生の中でこれからも新たな形で花開いていきます。誰かとの約束を思い出す前に、どうかまずあなた自身の魂との約束に気づいてください。あなたがあなたを愛すること、それが全ての愛の源なのです。最終章、その恋は終わりではなく約束の始まりだった。あの恋は終わってしまったように見えるかもしれません。でも本当はそこからあなたの魂の旅が新たに動き出したのです。叶わなかったという出来事の奥には、言葉では言い表せないほど深い魂の学びと気づきが隠れています。それはあなたがもっと本当の自分へと帰っていくための宇宙からの優しい導きだったのです。愛を通してあなたは何を感じたでしょうか。何を失い、何に気づき、何を育ててきたのでしょうか。たとえ報われなかったとしても、あなたの内側に残ったその思いこそが次の人生の扉を開く鍵になるのです。あの恋は終わりではありません。それは今ここから始まる約束。あなたの魂がもっと大きな愛へと開いていくための静かな始まりだったのです。報われない恋の後には、あなたの魂が選んだ新しい愛が待っています。どうしてあの恋は報われなかったのか。どんなに思っても届かなかった気持ち、必死に手を伸ばしてもすり抜けてしまう関係、その痛みは時に魂を深く揺さぶるものです。けれどあなたの魂は知っています。その恋の先にもっと深い出会いが用意されていることを。報われない恋の後に訪れる新しい出会い、それは偶然ではなく魂が準備を終えたサイン。あなたが内側で変化したからこそ次の扉が静かに開き始めたのです。この動画では報われない恋の後に現れる人が持つ意味と、その出会いがあなたにもたらすスピリチュアルなメッセージについて優しくお話ししていきます。過去に一区切りがついた時、新しい愛がすぐそばまでやってきているのかもしれません。第1章、報われない恋に込められた魂の学び。どうして
あの恋は叶わなかったのか。それはあなたが何か間違っていたからではありません。むしろその恋はあなたの魂が成長するために用意されていた学びの時間だったのです。報われない恋には深い感情が伴います。切なさ、執着、諦め、そして涙。でもそのすべてがあなたの中に眠っていた本当の愛とは何かという問いを目覚めさせてくれたのです。時には自分を見失うような関係もあったかもしれません。でもその中であなたの魂は確かに揺さぶられ磨かれてきました。愛するとはどういうことか、自分の心を守るとはどういうことか、魂は一つずつ学びを受け取ってきたのです。報われない恋は失敗ではありません。それは次の愛に出会うための準備であり、あなたの魂が大きくステージを変えるタイミングだったのです。第2章、執着が外れた時、波動が変わる。報われない恋を手放すのは簡単なことではありません。思い続けた日々、願いが届かなかった悔しさ、心のどこかに残るどうしてという思い、それでもふとした瞬間にもういいかもしれない、そんな気持ちが心をよぎる時があります。その時、あなたの波動は静かに変わり始めるのです。執着が外れるとエネルギーは本来の流れを取り戻します。自分の中心に戻り、呼吸が楽になり、心が少しだけ軽くなる。これは魂が準備できたと宇宙に伝えているサインでもあります。そしてその変化に呼応して現実も動き出します。あなたが過去から自由になった分だけ新しい出会いのスペースがエネルギーの中に生まれるのです。手放しは終わりではなく新しい始まり。その静かな変化をどうか見逃さないでください。次の扉はもうあなたの目の前に来ているのかもしれません。第3章、新しい出会いは突然に見えて必然。新しい出会いはいつも突然やってくるように見えます。心の準備も感情の整理もまだ途中かもしれません。でも宇宙はちゃんとタイミングを見てその人をあなたの前に届けてくれるのです。その出会いは何かが劇的に起こるというよりも、むしろ静かに、でも確かに心に触れてきます。この人といると安心する。なぜか気になる。そんな感覚が最初のサインかもしれません。過去に求めていた刺激や不安ではなく、今度はもっと深く、優しく、魂に響くようなエネルギーを感じるはずです。それは偶然ではなく、必然の流れ。あなたが過去を手放し、魂の準備が整った時、その新しい人は次の章を運んでくる存在として現れます。だからこそ焦らなくて大丈夫です。出会いはあなたの内側が整った瞬間にちゃんとやってきます。第4章、この人はなぜ今現れたのか。その人はなぜ今あなたの前に現れたのでしょうか。少し前のあなたではもしかしたら気づかなかったかもしれません。でも今のあなたは過去の痛みを超え、心の深い場所で変化を遂げたところです。魂が成熟し、自分自身を大切にできるようになった時、新しいご縁は静かに、でも確かな形で訪れます。それは偶然ではなく、あなたの変化に呼応して動き出す宇宙の采配。この人との出会いにはあなたが選んだ波動が反映されています。だからこそその存在はどこか懐かしく心地よく感じられるのです。過去の恋愛では満たされなかったものが今度は自然と受け取れるようになっていることに気づくかもしれません。それはあなたが変わったから。そしてこの出会いはその変化を映し出す鏡でもあるのです。どうしてこの人が今私の前に？その問いの答えはこれから少しずつあなたの中で開かれていきます。第5章、報われない恋を超えたからこそ出会える関係。報われない恋を経験したあなたは
もう以前のあなたではありません。深く傷ついた分、人の心の繊細さや愛の本質に触れてきました。だからこそ今のあなたは埋めてもらう恋ではなく、分かち合う愛を選べるようになっているのです。過去の恋では誰かを追いかけたり、無理に自分を合わせたりしていたかもしれません。でも今は自分を大切にしながら、相手のことも尊重できる新しい愛の形を築いていける準備ができています。魂はただ幸せなだけの関係では満たされません。時に痛みを通して深い理解や共鳴を学びます。そのプロセスを経たからこそ出会える関係があるのです。それが約束された恋、魂の旅路の先にある真のパートナーシップです。過去が報われなかったのではなく、それはもっと深く報われる関係へとつながる通過点だったのです。最終章、魂が愛を受け取る準備を終えた時、報われない恋を経験し、あなたは自分の心の深い場所と向き合ってきました。その時間は時に苦しく、時に切なかったかもしれません。でもその全てが今のあなたを作り上げてきたのです。愛をただ求めるだけでなく、愛を受け取る準備が整った時、運命の人は自然と現れます。あなたが変われば出会う人も変わります。あなたの波動が変われば愛の形も変わっていきます。もう自分を小さくして誰かに合わせる必要はありません。もう愛されるために我慢する必要もありません。今のあなたには心から通じ合える人と新しい物語を紡いでいく準備ができています。それが約束された恋が訪れる時、そしてその出会いはあなたの魂がずっと望んでいた愛の形です。どうかその扉を安心して開いてみてください。魂が準備を終えた今、愛はすでにあなたのそばに来ています。長い恋の旅を終えたあなたに、もう真実のパートナーはすぐそばまで来ています。これまであなたが歩んできた恋の道には、喜びもあれば深い痛みや孤独もあったことでしょう。報われなかった恋、叶わぬ思い、その度になぜ自分だけがこんな思いをするのかと心がくじけそうになった瞬間もあったはずです。けれどもそのすべては無意味ではありませんでした。あなたが流した涙は魂が愛を学び成長するための尊い時間だったのです。そして今その学びの旅は一つの区切りを迎えようとしています。愛を求めることから与えることへと、あなたの在り方は変化しました。かつては不安や不足から相手を求めていた心も、今は静かな安心感に満ちています。これは真実のパートナーと出会うために必要な準備が整ったサインです。あなたはもう扉の前に立っています。その向こうにはあなたと同じように長い旅を終え、愛を分かち合う準備を整えた人が待っています。さあ、これから訪れる物語を一緒に見ていきましょう。第1章、愛の学びを終えるということ。愛の学びを終えるとは、決して恋愛の終わりではありません。それはむしろ、真実の愛に出会うための新しい扉が開かれる瞬間です。これまでの恋の中で、あなたはたくさんの感情を味わってきました。喜びやときめきだけでなく、嫉妬、不安、孤独、そのすべてがあなたの魂を磨き、より深く愛を理解するための糧となったのです。学びを終えた魂は、もう愛を埋めてもらうものとは感じません。相手がいなくても満たされている自分がいて、その上で誰かと共に歩む喜びを知っています。これは愛を求めるから与えるへと意識が移ったサイン。そしてこの変化は宇宙にとって大きな信号となります。この人は真実のパートナーを迎える準備ができましたと、それを合図に運命の糸が静かに動き出し、必要な人や出来事が引き寄せられていくのです。
あなたが今感じている心の穏やかさや安心感は、学びを終えた魂だけが持つ特別な輝き。その光は真実のパートナーを自然とあなたのもとへ導くでしょう。第2章。もうすぐそこにある出会いのサイン。真実のパートナーが近づいているとき、あなたの周りには静かな変化が訪れます。それは派手な出来事ではなく、日常の中にそっと紛れ込んだサインとして現れます。例えば、ふと立ち寄った場所で懐かしい感覚に包まれたり、心に残る言葉やメッセージを何度も目にすることがあります。時計を見ればゾロ目の数字、夢の中に印象的な人物が現れる。そんな不思議なシンクロニシティが増えていくのです。また、心の中にも変化が訪れます。これまでなら焦りや不安を感じていた状況でも、なぜか穏やかでいられる。このままでいいという安心感が広がり、未来への信頼が芽生えてきます。これらはすべて、魂が真実のパートナーを受け入れる準備が整った合図です。宇宙はその瞬間を逃さず、出会いに必要なご縁やタイミングを完璧に用意してくれます。あなたが今、その小さなサインに気づき始めているなら、もう出会いはすぐそこまで来ています。その時が訪れた時、きっとあなたはやっと会えたと心から感じるでしょう。第3章。真実のパートナーの特徴。真実のパートナーとは、ただ相性が良いだけの相手ではありません。それは、あなたの魂が長い旅の中で、この人と出会い、共に歩むと約束してきた存在です。一緒にいるとき、あなたは無理に自分をよく見せようとしなくても、心から安心できます。言葉にしなくても気持ちが伝わり、沈黙さえも心地よい。相手のそばでは、過去の痛みや不安がふっと軽くなり、自分らしさが自然にあふれ出します。真実のパートナーは、あなたの光も影も受け止めてくれる人です。欠点や弱ささえも愛おしいと感じさせてくれるでしょう。そして、相手といることで自分の成長が加速し、人生の目的がより鮮明になります。また、この関係は一方的な依存ではなく、互いの自立と尊重の上に成り立ちます。だからこそ、共に過ごす時間は自由でありながら、深い絆で結ばれているのです。真実のパートナーとの出会いは、あなたの人生を大きく変えるでしょう。それは恋を超えた魂の深い再会であり、あなたの未来を愛で満たす始まりです。第4章。出会いを受け取るための心の整え方。真実のパートナーとの出会いは、宇宙が完璧なタイミングで運んできます。けれど、その縁をしっかりと受け取るためには、心の準備がとても大切です。まず意識したいのは、自分を信じること。これまでの経験や選択が、必ずあなたを必要な場所へ導いてきたことを認めましょう。私は愛される価値があるという確信が、出会いを引き寄せる磁力になります。次に、過去への執着や恐れを手放すこと。傷ついた記憶や、また失うかもしれないという不安は、新しい愛の扉を閉ざしてしまいます。それらはもう、あなたを守るためには必要ありません。そして、日々の中で自分を喜ばせる時間を持ちましょう。小さな幸せを味わう習慣は、あなたの波動を自然に整え、出会いのエネルギーを高めます。心が穏やかで、未来への信頼に満ちているとき、その状態こそが、真実のパートナーを受け取る最高の準備です。宇宙は、その輝きを見逃すことなく、必ずご縁を届けてくれるでしょう。第5章。再び訪れる愛のステージ。真実のパートナーとの出会いは、ただの新しい恋の始まりではありません。それは、あなたがこれまで歩んできたすべての道の先に用意された、魂の次なるステージです。この出会いは、安心と自由、そして深い信頼に満ちています。一緒に過ごす時間は心を癒し、未来への不安を自然と消してくれるでしょう。そこには、過去の恋で感じた駆け引きや恐れはなく、ただ純粋な愛と調和だけが流れています。
真実のパートナーはあなたと共に人生を創造する人です。喜びも試練も分かち合い、互いの成長を支えながら魂の使命を歩んでいきます。その道のりはまるで新しい物語のページを一緒にめくっていくような感覚です。そして何よりこの出会いは自分を愛することができたからこそ訪れた奇跡なのです。あなたが歩んできた道、学び、そして乗り越えたすべてがこの愛へとつながっていました。これから始まる新しい愛のステージはあなたの人生をさらに豊かに輝かせてくれるでしょう。最終章、あなたはもう準備ができています。これまでの道のりは決して平坦ではなかったはずです。愛に迷い、傷つき、自分を見失いそうになった時期もあったでしょう。けれど、そのすべての経験が今のあなたを形作り、真実の愛を受け取る器を育ててきました。あなたはもう不安や不足の波動から愛を求めることはありません。代わりに心の奥に穏やかな光が灯り、その光が周囲にも優しく広がっています。その輝きこそが真実のパートナーをあなたのもとへと導く道しるべです。もう出会いを待つだけではなく、その愛を自分から迎え入れる段階に来ています。これまで歩んできた日々に感謝し、自分を誇りに思ってください。あなたは愛される価値があり、その愛を深く分かち合う準備が整っているのです。私はレアリアです。あなたのこれからの道が愛と喜びに包まれていくことを心から見守っています。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも心に響きましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。そして、あなたが感じたことや気づきをぜひコメント欄で教えてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。